ここから12項、シンプルなアニメーションの練習の解説を始めます。この項ではシンプルなランサイクルの制作方法を学びます。今ご覧いただいているのは今回の制作物の完成品です。今回はその場で走っているループアニメーションを制作します。こちらのランサイクルを制作するにあたり、最初にキーポーズを設定する必要があります。キーポーズとはアニメーションにおける動作の重要な瞬間や姿勢を示すポーズのことです。今回のランサイクルは7つのキーポーズを制作しますが、ポーズの判定やコピーを活用するため、実際に制作するのは3つのポーズだけです。左側、1つ目は着地した直後で体を沈めたポーズです。次に真ん中、後ろ足で地面を蹴る瞬間のポーズです。最後に右側、体が前に押し出されて宙に浮いているポーズです。これらのポーズはランサイクルの基本となり、キャラクターやオブジェクトの動きのタイミングを決める役割があります。キーポーズを正確に設定することで、動きが自然で滑らかになり、表現力も高まります。魅力的で分かりやすいアニメーションを作るためには、このキーポーズを先にしっかりと設定しましょう。以上で制作物の説明を終了します。ここからランサイクル制作のための準備を始めます。ランサイクルの制作では、実際に走っている動画を参考にすることが非常に重要です。特にランニングマシンでの動作よりも自然な環境で走っている動作を確認する方がリアルな動きを再現しやすくなります。ランナーのフォーム解説動画なども動きの細やかなニュアンスを理解する際に役立ちます。この講座ではすでに完成したものを参考に進めますが、ご自身で動画を探してそれを参考に制作することもおすすめです。配布されている若葉のブレンダーデータを読み込み、実際に制作を進めていきましょう。まずはフォーカルレングスを 80mm に設定します。次に床を制作します。メッシュ、プレーン。こちらで床を生成します。編集モードから S キーで少しサイズを大きくして調整します。こちらの名前はフロアと命名を変更します。床があることでキャラクターの足が正確に設置する様子を確認できるため、床は必ず制作しましょう。次にアウトプットの設定を行います。アウトプットタブからフレームレートを24に設定します。フレームレンジのフレームスタートを0、エンドを17に設定します。次にリファレンス画像を読み込みます。フロントビューにし、シフト A からイメージリファレンス。配布されている若葉アンダーバーランアンダーバーフロントアンダーバー0000、こちらを選択し読み込みます。リファレンスの設定を行います。ソースをイメージシーケンスにし、スタートを0、オフセットをマイナス1に設定します。これでリファレンス画像として読み込まれました。続いて、テンキーの3、9と押して、右側からのビューに切り替え、同じように Shift プラス A からリファレンスを選び、若葉アンダーバーランアンダーバーサイドアンダーバー0000を読み込みます。こちらも先ほどと同じ設定を適用します。こちらでリファレンス画像が設定できましたので、命名を変更いたします。前からのものを若葉アンダーバーランアンダーバーフロントアンダーバー、こちらをリフトいたします。横からのものも命名を変更します。若葉アンダーバーランアンダーバーサイドアンダーバーリフト、名前を変更しました。こちらはコレクションでまとめておきます。コレクションの名前をリファレンスといたしまして、先ほど読み込みました連番画像をまとめておきます。
サイズを調整して位置も調整します。S キーでサイズを調整し、G キーで位置を調整します。こちらでリファレンスの位置を合わせることができました。次に、こちらのタイムラインのキーイングからアクティブキーイングセット。こちらを変更します。こちらをロケーション&ローテーションに設定します。次にアクションを設定します。こちらのトップシートからアクションエディター。こちらを選択します。こちらで New をクリックして新しいアクションを生成します。こちらの名前は若葉アンダーバーランアンダーバーサイクル。こちらと変更いたします。ブレンダーで作業する際、動きごとにアクションを分けておくのが効果的です。これにより各カットに特化したアニメーション制作が可能となり、全体の流れをコントロールしやすくなります。リグが同じであれば簡単にアクションを入れ替えることができ、シーンやキャラクターの動きを効率よく切り替えられるため、作業がスムーズに進行します。次にオートキーイングを有効化します。下のタブからマークをクリックして有効化します。これでオートキーイングが有効になりました。若葉のリグのコントロールを選択し、ポーズモードに変更します。こちらのレイヤーからリグのレイヤーを、こちらの左腕のレイヤーをすべて表示します。A で全選択し、0フレームにして、I キーでキーを打ちます。オートキーイングが有効化されていると、コントローラーを動かすたびにキーフレームが自動で追加され、作業のスピードが大幅に向上します。実際に試してみましょう。5フレームに移動させて、手のコントローラーを選択します。G キーで移動させると、こちらに自動的にキーが打たれました。このように動かすことによって自動的にキーフレームが追加されます。次に今回使用しないコントローラーを非表示にします。レイヤーを切り替え、髪の毛のコントローラーを表示します。髪の毛の根元あたりにある四角いコントローラーを選択します。選択したら H キーを押して非表示にします。次にスカートのコントローラーを表示します。赤い球体のコントローラーを選択し、こちらも H キーで非表示にします。次にジャケットのコントローラーを表示します。こちらも赤い球体のコントローラーを選択し、非表示にします。不要なコントローラーを非表示にできました。